ただ正美さんの心境だと父親が車を作ってでこれで俺は買ってこのなんていうんですか父親が作った車をこうナンバーワンにするみたいないなないないねないっすかないねないんですか親父のためにやってなかったですね。はい、こんにちは、松川直人です。今日はですね、スペシャルゲストを、お呼びしております。僕の師匠である広坂正美さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、2人、あれですね、正美さんと会うのはかなり久々なんですけども、実際今僕すごい緊張します。早速なんですけど、もう僕の師匠なんで、ちょっと自己紹介の方、皆さんもう絶対知ってるとは思うんですけど、ちょっと自己紹介、していただきたいと思います。はい。広坂正美と申します。松倉君と出会ってあと20年ぐらいになります。かつては一緒に世界中を回って、レースを転戦してました。今は僕は引退しまして、ラジコン業界からもちょっと離れてるんですけれども、ひたすら、執筆活動をしてまして、今まで自分が経験してきたようなことを残していきたいなっていうそういう活動を今やっています。今回は呼んでいただきましてありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。2人の出会いなんですけど、2人っていうか師匠、広坂正美さんとの出会いなんですけど、それは多分正美さんの方のチャンネルに、載ると思うので、そちらの方を見てください。終わり今ので俺これあれですよ、2人の出会いはとりあえず正美さんの方のチャンネルに載ると思うんで、皆さんそっちに飛んでください。可愛かったな。正美さんといえばもちろん家族いると思うんですけど、家族の構成っていうんですか、家族構成って多分皆さん全然知らないと思うんですよ。ここでちょっと正美さんに、話していただきたいと思うんですけど、家族構成って聞いてもいいですか？構成は弟がいまして、はい3つ違いなんですけど、皆さん多分ね知ってる人は多分少ないと思うんですよ。そうですね。はい。僕まさみって言うんですけど、弟三つ見て光る美しいって書いてますで、親が2人いて、4人がメインなんですけど、4人ともラジコンできるんです。できますよね。できます。はい、僕は知ってます。かつてレースに出て4人が全員優勝したことあるんですよ。あ、そうなんですか。はすごいですね。クラス別に。レディそう。で段階違う競技、はい。それで一つのレースで4カテゴリーを制覇したっていう家族で。はい。そういうラジコン一家です。じいさんばあさんも、はい。松倉君のところと同じようには応援してくれていて、い。はい。例えば祖父なんかの場合は、はい。僕のレースに出る服塗ってくれたり、おお。ド派手な服を着ていくんですけど、いや、あれやっぱかっこいいっすよね。ああいうのかっこいいというか恥ずかしいですよね。いや、ああいうの一回でもやってみたいなっていうのはあるんですけど。よく見るとものすごい綺麗に描かれてるんですよ。いや、綺麗ですよね。で、しかもあれすっごいお金かかってますよね。そうですね。200万もらっても塗らないって言ってました。それぐらい大変だそうです。毎日塗って3ヶ月かかるんですよ。1個作るのに。そのぐらい応援してたっていう感じですよね、要は。はい。で、僕はまだ家族、自分の家庭は持っていないので、はい、だけど、弟のは3人子供がいて、はい、みんな競技であるとか、はいろんな活動をしていって活発にやってますね。うちのやっぱ渡辺さんの家庭はみんなそうですね。そうですね。競技志向と、あとそれから職人が多いですね。みんなそうです。親族もほとんどそうですね。皆さんやっぱ才能があったんです。才能があるかどうかわからないですけど、とにかく何か一生懸命取り組むことが好きな親族ですね。僕いつもまさみパパって呼んでるんですけど、まさみパパの印象と、うちの父親の印象全然違うんで、そこをねちょっと教えていただきたいんですけど、まさみパパってどんな人ですか？
変な人ですね。変わってますよね。変わってますね。変わってますよね。まあ一言で言うと変な人。そう。じゃあもうちょっと内容詳しい内容ってあります？例えば日常生活、私生活ですね。私生活、ラジコン以外ではどんな人だったかとか、レースの時とか、そのラジコンの時と私生活ってどのぐらい違いました？どういう感じで違いま子供の頃と僕が大人になってからだいぶ変わるんですけど、はい、僕は子供の頃はとにかく遊ぶことが好きで、あバリバリバイクのレース出てましたね。すごいっすね。僕が馬車の中で、は通過サーキットのパドックで出てるんですよ。あものすごい音なんですよ。あの時のバイクの音はいってすごいです今8時間耐久ってあるじゃないですか。はいあれの前身のレースで6時間耐久ってあったんですよ。はいはいそれ2位になったっていうんで、はい相当やり込んでたと思うんですよ。あでその頃のバイクってものすごい音が鳴るらしいんですよ。でにもかかわらずパドックで馬車の中ですっごいストレスやねって言われるんですよ。まあまさみさんの興味って子供になりますからね。それでまあ母もその父のメカニックを応援してて、はいヘルパー賞をもらったりとか、ああすごいですね。2人とも車がすごい好きで、はい僕はよく車に乗っていろんなとこ連れて行かれたんですけど、はとにかくやることがやんちゃで、いは小さいこうおもちゃの車を、いはいその実際の車の後ろにつなげるんですよ。で23歳の僕後ろに乗っけて、はいブワーって走るんですよ、こう山道を。で、まあ、自分の後ろでこう危ないっすよ。絶対危ないですね。僕はすっげえ喜んで乗ってたらしいんですけど、一歩間違えたら死ぬじゃないですか。やっぱり変な人ですおかしいでしょ。まあそうですね。まあそんなやんちゃな人で、とにかく競争することが好きな人でしたよね。まああれですよね、ちょっと客観的に見てもそうですもんね。それから何かものがあるとバラすんですよ、一回。ああ時計でもそうですし。うちの父親はまあ私生活ではすごいぼーっとしてて、まあ、車も好きなんですけど、ラジコンになるとこれ伝説なんですよ。2004年のスポーツマンの全日本で、まあ、僕が初めて優勝したレースの決勝2回目か1回目か2回目のレース中に踏ん張りすぎて前歯を折るっていうなかなかなくないですか？僕ね、今までこう聞いたことないんですけど、まあ、うちの父親は前歯折れましたからね、踏ん張りすぎて。で、終わった後優勝したってなったら、ニコって笑われて歯がないんですよ。歯が欠けてるんですよ。いや陰で応援する人でしたよね。知ってます？ 2008 年のタイの世界選手権。あー、懐かしいですね。あの時お父さんは現場にいたんですけど、決勝終わるまで本人に知らせなかったんですよ。そうですね、僕ね、昔からそうなんですよ。父親がいると、父親とレース中でも目合っちゃうんですよね。なぜか。最初のその2004年とかはまだチーム横に入る前で、父親に全部やってもらってたんですけど、メカニックか何か。まあ、その後まあ横に入って、まあ、自分でやりながらいろんな人にこう車を出してもらったりして、まあ、父親には出してもらわなかったんですけど、ただ父親はなんていうんですか、コースがあって、まあ、コースがありますよね。で例えばね、みんな前で見てるのに一人だけ後ろでこうなんていうんですか、ちょっとこう見えないのにこういうふうにこう見てるんです。ただ操縦台からって高いところからなんで、父親が一番目立つんですよ。一人でポツンっているので、例えば僕がミスしたりしてふって親父を見ると親父じゃない父親を見るとすごい目が合うんですよどんなに遠くても。ただ厳しかったよね。意外とね厳しい部分があって、それをねこう怖がってた自分がいた。でそれ父親にはダメなところを見せたくないっていうが強すぎて、ダメなことをこう転んだ時とかにやべ怒られるっていうそのあれが頭によぎっていつも気にしちゃうんですよね、意外と。まあそれを父親は知ってたんで、その2008年の時とかはなるべく終わるまでは見せないようにしようみたいな、まあ、そういうのがあったみたいですね。僕の場合は全く違ってこう表にこう出てくるんで、やりにくい部分といえばそういうところかな。自分こう思うんだけどなかなか親だから言いにくいとかあるじゃないですか。
帰ったら一緒に飯食わないといけない。まあそうですよね。言いにくい部分ってあるじゃないですか。あります。そういう部分をうまく分かってもらうようにする部分に結構気を使いました。じゃあメリットってありました？メリットはやっぱり、どんなに調子が良くても親子の関係が変わらないので、例えば嬉しい時は僕以上に喜んでくれるし。そうですね。それ結構同感です。わかるでしょ？同感、めっちゃ同感しますね。で、他人でしたら本当に喜んでくれるのまあそうですよね。で、ラジコンから離れてる時も大体何してるか分かるでしょ。はい、そうですね。まあ常に一緒にいましたからね、家族とは。そういう部分は大きいですね。もうかなり同感ですね。多分そこは一緒だと思います。僕らって子供がいないから分からない、はい、分かりにくいと思うんですけど、自分の子供が何か成功したとか、嬉しいことがあった時に、親ってその本人より喜んでるんですよね。いや、そうなんですよね。僕ね、父親が初めて泣いた2016年の世界戦で、その12分の1の世界戦の時、父親にメカニックやってもらったんですけど、その時に優勝した瞬間、父親が泣いたんですよ。これね、初めて見ました。嬉し涙。2004年とかも多分隠れて泣いてたとは思うんですけど、また自分でメカニックやったらなおさらしくね。まあそうですね。2016年ってオランダ？中国です。中国ね。なんか親子でやって得な部分もあるよね。いや、すごいありますね。なんかもう安心してますよね。安心感。それはすごい強いですよ、本当に。今僕、インフィニティにいて、エンジンカーとかだと三浦さんとかにやっても三浦さんに今メカニックをやってもらってるんですけど、それはそこで違った安心感があるんですけど、やっぱ家族とはまた全然違うんですよね。やっぱ正美さんも最初は父親にやってもらってたと思うんですけど、その後は変わったじゃないですか、メカニックが。それとはまた別なんですよね。全然違いますよね。違う。やっぱり一長一短あるよ。ありますね。僕、親父の時もチャンピオンになれたし、親父じゃない時もチャンピオンになれたんですよ。でもどっちもラジコンのコントロールよりもメカニックをコントロールする方が難しかったですよね。難しいですよ、意外と。これね、多分味わってる人って少ないと思うんですよ。なかなかメカニックってね、なかなかつかないですからね。そうですね。僕にしろ、正美さんにしろ、すごい今までいろんな人にお世話になって、そういった部分でメカニックをつけていただいたんですけど、もう全然違いますね、やっぱ父親と他の人にやってもらうっていうのは。でもそのお互いいいところがあるね。メカニックがお金で雇われてる人の場合、僕も14名メカニックやってもらったんですけど、いろんな人経験してて、お金で雇われてる人の場合よ、例えば車が良くなかったとして、車ダメじゃんって言えるけど、親の場合ってなかなかそう言えない。なかなか言えないんだよな。でも言ってたな、俺。じゃあ私もちろん言うけど、でも正美さんと僕の父親は、正美さんのお父さんと僕のお父さん全然違うじゃないですか。例えば正美パパは車も作ってたじゃないですか。だからそういった部分でまた違ったあれもあると思うんですよね。だから正美さんの心境だと、父親が車を作って、でこれで俺は買ってなんていうんですか、父親が作った車をナンバーワンにするみたいな。ないっすか？ない。親父のためにやってなかったですね。でも実際自分のためですよね。そうで、言いやすくないってすごい大事で、みんな言うんだけど、親父にも言うし他のメカニックも言うんだけれど、その言い方の違いがあって、変な言い方したらやりにくくなるじゃないですか。そうですね。割とその他の、一緒にやって世界チャンピオンになってしまった海野君とか、海野君とか結構言えるんですよ。別に言わなくても本人たち分かってるんですよね。跳ねたらギャップ悪いなって分かるし、スピード遅かったら遅いって分かってるんですけど、でも絶対言うじゃないですか、ドライバーって一応言うじゃないですか。言いやすい言いやすくないって言えば親じゃない方が言いやすい。
逆もありますよ。言いやすい、親の言いやすい部分もありますよ。だから基本的に、じゃあダメだったら次交代でみたいなことができない。そこがちょっと違う。じゃあ次の質問いきます、たくさんのレースに出たと思うんですけど、今まででどのぐらいレース出ました？早く言ってほしかった。ここね、僕今最初に言ってないんですけど、レースに出た回数です。出た回数500何戦だと。でも500何戦なんですね。もっと出たもんね。いや、意外となんか500何戦なんですよ。じゃあその中で一番記憶に残るレースだよ、今までで。じゃあ辛かったのはこの辺にしておきましょうか。はい。これ取れてるんですかね。せっかくの選手入ったらどうしよう。初めから嫌だよ、もう。25ですよ。25。もう25だ。すみません、引っ張っちゃって。ここが一番良かったりして。ここ使います。このシーンが良かった。